はい、皆さんこんにちは。マーク T です。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、僕がこの使ってるデジタルインナーミラーとドライブレコーダーでこのマックスウィングさんから出てる MDR-A001B というのを使ってるんですけど、こちらのですね紙アップデートが来ましたので、そちらの紹介と、あと今まで使ったメリットデメリット、そちらをお話ししていきますので、購入悩んでいる方とかアップデートまだしてないよっていう方がいたらですね、ご参考にしてみてください。それではどうぞ。まずですね、今回のアップデート何がされたかっていうとすごいです。僕はこの半年間でですね、マックスウィンさんと何回かやり取りして、この機能を追加してほしいなっていうことを対応してくれました。何かというとですね、パーキングモードの時、パーキング撮影でこれは衝撃検知か、あとはタイムラプスっていうのができるんです。こちらでもそのタイムラプスにしろ衝撃検知にしろ、僕のようなこのガレージに止まってる場合あんまりいらないし、そういったオフにしたい時も時々あったんですね。そのオフにするっていう、撮影をオフにする機能がなかったんで、なんとかその撮影をですね、止める機能ができないかなっていう相談した時に、ちょっと開発陣に相談してみますみたいなことがあって、今回先週7月12日かな、アップデートがされました。ということで早速アップデートしてみてですね、いろんな機能が追加されていましたね。当然先ほど言ったようにオフにできる機能もできたし、いろいろできたのでちょっと紹介していきます。でこのオフにできた時っていうのは、ここの点滅ですね、これオフにした時に、オフになった後ってこれが1分ぐらい経ったら、ここが監視モードになるんですけど、赤く点滅パンパンってするんです。で衝撃検知とかの場合は、衝撃バーンってぶつかったらここが赤くずっと光ったきりになって1分間の撮影をしてくれると。なので外から見てても、今撮影してるなって分かるようになるんですね。で今回のオフは、オフにしてもここの点滅は消えないです。ただ衝撃を与えても撮影はしないと。なので僕のようなガレージに止まっててドア開けたり閉めたりとか整備したりとする時に録画をずっと繰り返したりはしないという機能で、これはすごく嬉しいです。僕はね、結構この機能が待ってましたので、ありがとうございます。で次に2番目にアップデートされたのがこの感度の設定で、実はバージョン最初の頃は買った時は、感度が良くて、2番目に今年の1月がアップデートされた時にこの感度が良すぎるので感度を全体的に落としたんですね。でそうすると今度パーキング中も感度が落ちちゃったもんですから、叩いても何しても録画しなくなっちゃって、これは使えないなっていうことで、また元のバージョンに戻させてもらって、メールしたら即座に昔のバージョンを送ってくれてですね、それで昔のに戻してたんです。そしたら今度は走行中の感度とパーキングモードの感度を別設定というか、別感知っていう形で感度を変えたみたいなんですね。なので走行中は、しょっちゅう録画しちゃうような足が硬い車でもなかなか撮影されないようになって、パーキング中はパーキング中でちゃんと感度バンって当たるとピコンって撮影が始まるというふうになってます。そこが2番目ですね。で3番目は今度オフになってもしばらくのモニターがつくようになりました。前はオフにするとすぐカウントダウンが始まって監視モードに30秒後になったんですけど、今度のアップデートでオフにしても1分間ぐらいだと思うんですけど、画像がついてるようになったと。でこれは何のためにアップデートされたのかなと思ったんですけど、やっぱりぶつかった時とかエンジンすぐオフにするじゃないですか。オフにしちゃうとこっちがカウントダウン始まって、撮影されてない感じになっちゃうので、そこはね、画像を1分間ぐらい、ぶつかった時エンジンオフにしても録画がずっと続くということを考えてアップデートされたんだと思います。あとはですね、4番目に、これはアップデートの一覧には書いてないんですけど、どうもできそうなのが、日中と夜で時間設定ができて輝度を変えられるんですね、この画面の。当然ここはモニターなので、昼間走ってる時と夜走ってる時は輝度を変えたいわけですね。昼間は明るくしておかないと見えないし、夜は明るすぎて暗くしないと眩しいしっていうことで、指一本でこれね、輝度を変えられるんですけど、それを時間で設定できるようになってた。でこれはイルミンにつながってないので、
イルミネの配線につながってればこのね電気がついた時暗くしたりとか、そのトンネルに瞬間に入った時にモニター暗くするとかできるんですけど、これはイルミネにはつなげてる配線はないのでそれはできません。ナビゲーションなんかだとこれライトがつくと画面が暗くなって、トンネルに入った時は暗くなってまた出ると明るくなってっていうのが、ついてるわけですけど、こっちはそれはできないんですけど、今度のアップデートでできるようになったのは時間で輝度を変えられると、それはすごいなと思いました。そんなところがアップデートなんですけど、じゃあ今までは使って半年間でメリットって何っていうところをお話ししていくと、まずですね、後ろがとにかく見やすいです。このミラーで見るときって特にこういうフィアットみたいな変わった車だとリアのガラスがちっちゃいので C ピラーがかなり映っちゃうんですけど、これはカメラがそこについてるんです。リアガラスについてるからこうやって覗いてる感じなのですごく視野角が広いですね。なので車線変更がすごくしやすいです。特に僕なんか左ハンドルなので右への車線変更の時とかこうサイドミラーとかこうバックミラーでも見にくい部分があったんですけど、これだとほぼほぼ視覚がなくなるのでサイドミラーとこれで見えないとかほぼないという形なのですごく車線変更がしやすいのが1番目で、2番目としてはこれはすごいなと思ったのが、ここにモニターがあって後ろからこう見た時にモニターが映ってるのが見えるので、このモニターを見てですね、多分ドライブレコーダーかなって思うんだと思うんですけど、この離れていくんですね。みんな結構ね車間距離空けるようになったんです。これをつけてから。これをつける前は結構車間距離詰める人が多かったんですけど、これをつけてからね信号待ちでこうみんな見てね、なんかついてるって。今はまだねさすがにデジタルミラーつけてる人も、僕もこれつけてから半年間いろいろ走ってて前の車がデジタルミラーつけてるのってほんの数回なんですけど、やっぱりデジタルミラーつけてると前ドラレコこっち撮ってんだってすぐ分かるし、こう画像にね自分がこう後ろから見ても映ってるのが分かるので、結構離れていくので煽り防止になるというのが2番目ですよね。3番目としてはこれは前後当然ファイルを取っていくんですけど、このファイルが1分間なんですよ。これはおそらく僕が考えるには、なんかいざ警察とか保険屋さんにファイルを渡さなきゃいけない証拠ファイルとして、その時に画像編集なくそこだけパッと渡せるわけですよね。軽いデータですし短いんでね。でそのファイルについて4番目として言うと、前後当然ファイルができるんですけど、フォルダはフロントとリアでフォルダ名が分かれてるんですけど、ファイル名が同じなのでこれとこれって組み合わせがすごく分かりやすいんですよね。なので例えば証拠ファイルで前も後ろもどっちも必要だっていう時に、例えば何重の追突事故なんかの時は前も後ろも欲しいわけですけど、そういった時のファイルがすぐ見つけやすいなという気がします。で5番目としては1ニッパーの SD が使えるので、すごくねデータ容量がたくさん取れます。特にね前後取ってるのでフロントだけとかリアだけのドライブレコーダーの倍はかかるわけですよね、ファイルがデータ容量的にね。でもそこがやっぱり1ニッパーなので、多分乗る距離にもよるんですけど1週間とか人によっては1ヶ月レベルのファイルが取っておけるんじゃないかなというところで、1ニッパーはね意外とね使えないドライブレコーダーもあるので、これはすごくメリットかなと思います。で6番目としてはここの今点滅してるこれね、威嚇モード的にね撮ってますよっていうことと、バーンって衝撃が当たった時これがね、取りっぱなしになるわけですね。例えば夜間とかね、そのぶつけられた時も、大体みんな逃げますよ普通。僕の今までぶつけられた人で、例えば買い物に行ってて出てきてぶつけられてるっていう時に、その人が待ってるとか、すいませんここにぶつけちゃったんで電話くださいなんて言ってきてるっていう人はねまず聞いたことがない。大体ぶつけられた、逃げられた、証拠ファイルはないっていうことで、捕まえようにも誰だかわからないっていうようなことが多いと思うんですけど、これが点滅してて点灯になって、相手もねパッて見た時なんか赤く光ってるってなって、これはさすがにちょっと撮影されてるんじゃ待ってようか、もしくは電話番号で連絡先置いておこうかなどと言ってくれる人が出ないかなっていう密かな希望ですけど、十分威嚇になると思います。
それにあと車上荒らしとかね、最近車上荒らしってどうなんだろうか分かんないんですけど、車上荒らしをされるような地域に住まれてる方とか、パーキングの仕方をされてる方はこれは結構威嚇になるんじゃないかなと思いますね。そこが、メリットのポイントでした。次にデメリットというか、ここは期待外れというか、そこそこなんだろうなっていうところをお話ししますと、この画像は結構センサーもソニーの使って綺麗な方です、ドライブレコーダーとしては。ただこれがじゃあ YouTube の、こういった GoPro とかの画像と一緒に使えるレベルかっていうと、そこはさすがに無理ですね。ただドライブレコーダーの役目は本来は記録が仕事ですので、相手のナンバーが読めたり、トンネルに入った時ちゃんと撮影されてたりとか、夜間も映せるかっていうレベルでは当然問題ないですので、そこは誤解がないようにお願いしますね。あとこのデジタルインナーミラーとしての最大の、欠点っていうか、しゃあねえな、慣れるしかっていうところは、画像がこう常に流れていくので、パッと見た時にこの前もこれ初めて乗っけた時に言ったんですけど、ここの目線の距離と実はミラーで見える目線のピントの合わせ方って違うんですよね。なので慣れないと最初気持ち悪くなると思います。僕の友人もこれつけた時ちょっと1日2日気持ち悪いっていう方もいたので、やっぱり僕と同じ感覚だったんですね。はい、ということでですね、今日はそういったこのマックス・ウィンさんがね、ずっとちゃんとアップデートしてくれて、今回のアップデートは神アップでした。さすがだなと思います。こういう会社さんすごく大好きです。売りっぱなしじゃないというね、ちゃんとアップデートしてユーザーの声を上げてくれると最高だなと思います。そんなわけで今日はこれ見てね、これが欲しくなった方とか、何かご質問があったらですね、このコメント欄にコメントいただけたら、僕で分かる範囲でお答えしていきたいと思いますし、当然マックス・ウィンさんもすごく優しい丁寧な会社なので、メール打つとすぐ、翌日かね2日後には全部回答が来てますので、皆さんも何か困ったことだったらメールしてみるのいいんじゃないかなと思います。そんなわけでご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。